こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は記録を残しておくと、引っ越しなどのイベントごととか、暮らしを見つめ直すときに便利な長期ログノート作りを紹介します。社会人になって5回くらい引っ越しを経験したり、あと保険を契約したりとか、たまにね、高額な家電とかを購入したりするうちに、どこかにこの情報を取りまとめて置きたいなと思うようにね、最近特になりました。今までも健康診断の結果とか、あと接種したワクチンの記録、税金の支払いなどのログノートを作っていて、税金に関してはうまく運用できている気がするんですけど、その他のことはちょっとね、作りっぱなしで更新ができていないなとか、なんかぼんやりわからないところがあって、もやもやするなと思っている状況でした。はい。ということでね、今回は長期でログを残しておきたいものを整理してファイリングをしていこうという動画です。今回の大きなステップとしては、ステップ1、長期で残しておきたいことは何かを整理する。ステップ2、ノートファイルを用意する。ステップ3、フォーマットを作成。ステップ4、書き込んでファイリングをしていくという流れになっています。概要欄に目次をね、載せているので、気になるところからぜひ見始めてみてください。ではね、早速ステップ1の長期で残しておきたいことは何かっていうのを整理するのをね、やっていこうかなと思います。過去動画をね、ご覧になっていただいている方はお気づきかと思うんですが、私は何かノートを新しく始めるときに何のためのノートなのかっていうのを先に決めてから使い出すようにしています。というのも、ざっくり今後も見返すでしょう的なね、ことを今回だと書き込むぞと緩い定期でノートを使い始めてしまうと、逆に何を書いたらいいのかがわからなくなっちゃって、徐々に使わなくなってしまうことがよくあります。なので、使い始める前にどのくらいの頻度でこのノートを開くのか、何の目的のためにこのノートを使うのか、具体的にどんなことを記入するのか、そういうのをね、明確にすると、しっかりと自分に役立つノートが作れるようになったなと実感をしています。今回は例えば高い買い物をした後は故障した時に備えて保証書の期限とか購入場所が必要になる可能性と、使用しなくなった時にメルカリなどで販売することが多いんですけど、その時にメーカー型番とか購入日が必要になりそうとか、他にも保険に加入した後は実際に給付金を請求する時にどんなことが対象でどう給付金を申請すればいいのかとか、保険を定期的に見直す時に備えてプラン名とか今まで給付されたお金の金額時期が知りたいなと、あとはクレカや銀行口座が増えてきてしまって何の目的でね、今いくらぐらい入っててどれぐらい使ってるのかとか、あとはサブスクも増えていくばかりなので、リストで一覧としてね見たいし、いただき物とか贈り物は今後被らないようにとか、あとは何が喜ばれたかとかのためにメモっておきたい。そんな感じでちょっと書き出し始めると、どんどんとね具体的なシーンが思い浮かんで、何のために記録するのかというのが明確になっていきます。ここでどれだけ幅を出せるか、今後例外が起きないようなぐらいバリエーションをね出せるかっていうのがこの後のノート作りに大事なので、何日かにかけて思いつく限りを書き出しました。時間を置いたりとか誰かと話すと、これもそれもとね、たくさんアイデアが出てきますよ。ステップ2は使うノートファイルを揃えるです。ステップ1で目的や使用頻度が明確になっているので、それをもとにね選びやすいんじゃないかなと思います。私は今回月末に1回書き込むくらいの使用頻度で、もう持ち運びもしないのと、あとページを適宜追加して使っていくことになるかなと思うので、英語のねバインダータイプにしました。こちらのバインダーは東京にあるスティッチリーフさんというねお店で作ったオリジナルのバインダーです。過去動画でもね作っているところをアップしているので、気になる方はぜひそちらチェックしてみてください。で、このノート類の準備について話をちょっと戻すんですけど、例えば毎日書き込む必要があるものとか、あと思いついた時にさっと書き込みたいっていうね目的の場合はポケットサイズのメモ帳を選んだりとか、あとは後でスキャンしてパソコンで保管したり加工したいなっていう場合はミシン目が入っててスキャンしやすいノートを選んだりしています。ノートの目的をしっかり決めた状態でノート選びをしてみると、これだっていうねノートに出会いやすいの
で、ぜひね、試してみてください。ではステップ3のフォーマット作成をしていきます。このノートは毎月月末に書き込む時間を作る予定ですが、月1くらいの緩い頻度だと前回どんな項目書き込んだのかよくね思い出しもせずこう書いちゃって必要事項が書き込めてないとか項目がバラバラみたいな過去の失敗がちょこちょこあるので、もうね項目を埋めるだけで OK みたいなフォーマットを先に作っておこうと思います。ただ実際に書き込んでね毎月末つけてみるとこの項目も追加しないとっていうのはよくあることなので、とりあえず紙1枚分くらいのフォーマットだけでいいんじゃないかなと思います。使いながらね改善していきます。以前にもSNS の投稿管理をしているノートを個人的に作っていたことがあって、その時はね半年くらいでもう完璧なねフォーマットができたのでデジタル化して印刷できるようにしていました。そのフェーズまでね持っていきたいもんだなと思いながら、今はとりあえずねひたすら線を引いていきます。今手元で写ってるのは、いただいたものリスト、送ったものリストなんですけど、他に購入品の管理について故障した時の保証期限の確認などはしつつも、捨てた時とか売った後はこの記録が、不要になるので、そういうものは貼って剥がせるようにしたいなと思って別のメモ帳に貼って後から差し替えられるようにしてみました。このメモかわいいでしょ。これは当店のオリジナル下敷きをデザインしてくれた一人でもあるスーさんというねクリエイターの方からいただいたオリジナルグッズです。レシートのフォーマットにねぴったり今回必要な項目が当てはまりました。パソコンなどのデータ製品にはシリアルナンバーがあるので、それをねこのメモの裏に書き込むことにしています。フォーマットはメモ帳を使うだけなので、これは実際にね購入したものを先に記入しちゃいます。パソコンでね Amazon とか楽天の購入履歴と、あとメールに届いている保証とかの情報を引っ張り出して一生懸命記入しています。結構ねこれが時間かかる作業だったので、月に1回ちゃんと運用していこうと心に誓いながら黙々と書き込んでいっています。ということでステップ4、一部ね書き込んでしまいましたが、他のフォーマットに書き込んでファイリングをしていきます。購入品以外にもサブスクも終わりがあるものなので、入れ替えができるように付箋に書き込んで後から剥がせるようにして貼っていくことにしました。サブスクは何を書くか悩んだので、一旦どのサービスに課金しているのかが分かればいいやとね、サービス名だけおいおい追加できるようにねしておきました。で、もらったもの、送ったものリストも埋めていきます。とりあえず遡るとね、キリがないので、直近1ヶ月分くらいのものを書こうと思って書き始めました。必要があれば遡ろうかな。こういうのってなるべく前からこの状態でね、管理してましたみたいな、見栄みたいなのがあって、いや、見栄じゃないのかな、なんて言うんだろう。完璧主義まではいかないんですけど、ここに全てまとめてある状態みたいなのにしたくて、どこまで遡って書いたらいいかわからなくなっちゃうんですよね。なので迷ったらとりあえず直近1ヶ月っていうのを合言葉に、必要になったら遡る、それでいい、そんなもんでいいと言い聞かせて折り合いをつけるようにしております。というわけで今後の人生の中でちょこちょこ見返さなきゃいけない情報をまとめたファイルになります。まずは贈り物、送ったものリスト、リフィルに直書きしてフォーマットを作成しました。いつ誰からいただいて、でちゃんとねそのお返しをしたのかとか、何を送って喜ばれたのか、そういうのが分かるようにメモしていこうと思います。一旦ねテキストベースでいいかなと思ってるんですけど、今後思い出として特にいただいたものとかね見返したいという気持ちが強くなったら写真撮ってね貼ろうかなと思ってます。はい、次は高かった購入品リスト、保証期限の管理とか、中古で売るとき用にいつ購入したのか、メーカー型番などを情報をね管理してます。購入日、商品名、購入金額、購入時のメモなどを残しつつ、貼った台紙の方の空いてるスペースに修理利益とか追加したオプションを記入。またシリアル番号があるものはメモの裏側にね書いています。保証期限が切れちゃったりとか、あと売ったり手放した時には空いてるスペースにメモを書いて、1年くらい経って必要なくなったらメモだけ捨てようかなと思います。で、次がサブスク。
気がついたらね、サブスクまみれになっている現在、定期的にね、見返したいなと思って、今どのくらいのサービス数や金額を課金しているのか把握したくて作ってみました。YouTube プレミアとか言語アプリ、画像編集アプリなどのアプリの課金とか、あとは携帯の契約、Wi-Fi などの生活する上で必要なサービス類、あと仕事関係で課金しているサーバー代とかね、ソフトなどなど、解約したら取り外したいので付箋に書いて貼ってあります。サービス名の他にね、月額費用なども書き込みたいなと思いつつ、先にね、結構解約していいものが出てきたので、それをね、整理してから書き込もうかなと思って、そのまま余白を作っておきました。はい。で、次は NISA。NISA 全然詳しくなくて、本当にね、適当に運用しているので、いつ買いましたかぐらいのログです。で、海外移住するに伴って解約したので、その返金のログだけ残しました。保険ですね。保険も項目が多すぎたので、契約時の資料をそのまま貼り付けてます。給付してもらったログと、これも海外移住に伴って解約済みなので、最後のね、解約の記録だけ残してあります。最後はね、自己満のログです。今まで住んできた家の住所と部屋の様子、家賃などを記録。18歳から一人暮らしを始めて、八王子、小田原、百合ヶ丘、富ヶ谷、福岡、熊本とね、いろいろ住んできて、今後もしばらく落ち着く感じないので、記録に残してたまに懐かしもうと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。こちらまたね、運用してしばらく経ったらどんな感じか共有したいなと思ってるので、ぜひまた3ヶ月後ぐらいかな、チェックしてください。またね。